はい、こんにちは。今回なんですけれども、2020年の12月にこちらのですね、アビオットの TEBD21JLTD-PNK という通称ですね、ピアフォン5を私のチャンネルではレビューしたんですけども、今回ですね、アビオットを扱っているプレシードジャパンさんから TEBD21JLTDピアフォン5のモデルとなったモデルもですね、ご提供いただきましたので、この2つの違いがですね、ウェブサイトだけを読んでも分かりづらい部分もあったりするので、こちらですね、比較していこうと思います。基本となっているのはこちらの LTD で、ピアフォン5がさらにそれにですね、プラスアルファで特別なチューニングがしてあったりするモデルで、基本的なスペックなんかはかなり似ていてですね、違う部分も少ないかなと思うんですけども、価格としては、このピアフォン5が5000円ぐらい高くて、かなり価格差がついているので、ちょっとピアフォン5欲しいけども、お財布的に厳しいなっていう方もいらっしゃると思うので、このベースのですね、LTD だとどうなのっていうところをですね、ご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、それでは、アビオットの TEBD21JLTD と TEBD21JLTD-PNK ピアフォン5のスペックの比較からまず行っていくんですけども、この LTD がですね、ベースとなっているということで、かなり似たモデルとなっています。ノイキャンには未対応で、外音取り込みには対応しているモデルですね。で、ワイヤレス充電にも未対応です。片耳のイヤホンのみでの使用も可能で、ドライバー構成も同じですね。スペック表だけ見るとドライバー構成は同じなんですけども、このピアフォン5の方は、よりですね、厳選されたドライバーを使用しているという部分で、実際はですね、ちょっと差がついているという状況になります。といってもですね、B 級品のドライバーが LTD に使われているってわけではもちろんなくて、しっかりとですね、チェックして合格されているものは使われていると思うんですけども、さらにですね、厳しい基準でチェックして合格したものだけをピアフォン5に使われているということですね。Bluetooth のバージョンもどちらも最新の 5.2、対応コデックも SBC-AAC に加えて aptX や aptX アダプティブにも対応しています。充電時間も 1.5 時間となっていて、で、カラー展開が若干違いまして、ベースの LTD の方はローズゴールドと今回ご紹介するドーンブルーというですね、2色展開になっていて、ピアフォン5の方はこのダークブロンズという色1色ですね。で、イヤホンの防水規格は IPX4、充電ポートは USB-C、保証期間も1年間で製品登録すると3ヶ月無料延長となります。その他としましては、ハイレゾ音源もですね、しっかりと再生できるスナップドラゴンサウンドに対応していたりとか、アプリによるファームウェアのアップデートとかですね、イコライザー設定なんかも同じです。ただ、ピアフォン5の方は、特別なですね、ボイスガイダンスですね。イヤホンを取り出して、スマホと接続した時とか、そういう時に流れるボイスガイダンスを変更することができまして、声優のですね、花澤香菜さんの声なんかに変更することができるというものになっています。価格がかなり違いまして、実売価格ですね、Amazon だと、ベースの LTD の方は 17,820 円ということになっていて、ピアフォン5の方は 23,980 円となっていますので、5000円ぐらいのですね、差がついているということで結構な値段差がありますね。このようにですね、スペック表をですね、比較していくとほとんど違いがなくて、かなりですね、似たものになっていますので、ピアフォン5に手が届かないけども、ベースのモデルってどうなのかなと思っている方でも安心して購入いただけるんじゃないかなと思います。はい。ということで、次は外観についてご紹介していくんですけども、ずっとですね、見ていただいているように、サイズや重量なんかは一緒ですので、持った感じもですね、ほとんど変わらないですね。素材なんかも同じですね、ジュラルミンが両方使われているということで、質感なんかも同じものになっています。で、違いとしましては、色はもちろんなんですけども、デザインですね。こちらに、ピアフォン5は、ミント指定しぐれのピエール中野さんコラボモデルですので、このですね、ピエール中野さんのこのロゴですね。で、こちらがついていますね。他はサイドや裏なんかも同じような感じになっていて、その他はケースとしては同じです。イヤホン本体も比較していくんですけども、こちら左耳のイヤホンなんですが、こんな感じでですね、形とかサイズなんかは全く一緒なんですけども、こうやってですね、正面から見るとロゴの部分が違いまして、こちらのベースのモデルの方はアビオットのロゴが入っているのに対して、右のですね、ピアフォン5の方は、こちらもピエール中野さんのですね、キャラクターのロゴが入っているという感じになっています。そして、本体の色ももちろんなんですけども、こちらですね、3本のこの線のところが、ピアフォン5はゴールドなのに対して、こちらのですね、ベースのモデルはシルバーと若干色がついてますけども、こんな感じで色が違いまして、ピアフォン5の方が結構ですね、特別感を出しているというか、この辺にも価格の違いが現れているなという感じがします。ちなみに右耳の方なんですけども、右耳の方はこちらのピアフォン5もアビオットのロゴになってまして、ベースのモデルと比べても色ですね、本体の色だったりとか、帯の色なんかが違うという形で、カラーが違うという感じになっています。
続きまして、付属品もですね、比較していくんですけども、付属品は共通のものが結構多くて、まず、イヤーピースですね。ウレタンのフォームタイプのものが3サイズ入っていて、M サイズは最初からイヤホンに装着されているという感じになっていて、合計3サイズ入っています。こちらどちらも共通ですね。そしてシリコンタイプのイヤーピースも3サイズ入っていて、こちらもどちらも共通なんですけども、SML の3サイズが入っていて、フォームタイプを使った方が遮音性は上がると思うんですけども、どうしてもですね、合わないという方はこちらシリコンタイプのものも付属しています。そして USB-A と USB-C のケーブルも同梱されていまして、こちらで充電することが可能です。そして左右のですね、イヤホンをこちらですね、ケーブルでつないで、完全ワイヤレスじゃなくてですね、普通のワイヤレスイヤホンのようにですね、つけることも可能で、落下防止とかに役立つこのですね、ケーブルもどちらのモデルにも同梱されています。付属品で違う部分がこちらのケースになっていまして、この左側がベースモデルのですね、LTD に入っているもので、普通の袋ですね、こんな感じのポーチが入っていて、もちろんここにこんな感じでイヤホンケースも収めれますし、付属品なんかを入れてもいいかなと思うこちらのですね、ケースですね。ちょっとペラペラしたケースが入っていますね。ピアホン5の方はこちらですね、こんな感じのちょっとですね、硬めのケースが入っていて、マービオットとピエール中野さんのですね、コラボっていうものがあるのと、こちらですね、またキャラクターが印字されているという形になっていて、こちらのケースでも、このですね、イヤホンケースしっかりとですね、収めることができまして、しっかりとチャックも閉まりますので、これに入れておけば、イヤホンケースがですね、鍵とかコインなんかの金属に当たっちゃって傷ついちゃうという心配もなくなるかなと思いますので、旅行行くときなんかはこういうのに入れていくのもいいかなと思います。こんな感じで、ほとんどですね、共通の付属品なんですけども、ケースの部分で差が出ているという形になりますね。個人的にはですね、私はこういうケースってあんま使わないので、別に安い方でですね、こっちでも全然いいのかなと思いますけども、絶対にですね、イヤホンケース傷つけたくないっていう方とかですね、特別感が欲しいっていう方にはこちらのですね、ハードケースの方ですね、ピアホン5もいいんじゃないかなと思います。はい、続きまして音質について比較していくんですけども、やっぱり一番の違いはこの音質ですよね。音質がピアフォン5の方はピエール中野さんがですね、チューニングを監修したということで、やっぱ自信を持ってですね、送り出しているモデルになっています。で LTD のですね、ベースのモデルの方も 0.1dB 単位で、チューニングしたとなっているので、全然悪くないんですけども、こちらですね、聞き比べてみると、やっぱり結構な違いがあります。私ですね、改めて今回ですね、この2つをアプリでですね、イコライザー調整なんかをせずに、デフォルトの状態で聞き比べてみたんですけども、やっぱり結構違いがありまして、ピアフォン5の方は、ウェブサイトなんかにも書かれている通り、低音をですね、かなりこだわったと書かれていて、その通り、キレがあって重厚感が増している音質に仕上がっているなと思いました。LTD の方もですね、普通に聞くと、完全ワイヤレスイヤホンの中ではかなりレベルが高いモデルで、全然ですね、低音も十分に出てるよなと思うんですけども、ベースモデルを聞いてからピアフォン5を聞いてみると、やっぱりだいぶ違いまして、全然低音の迫力とかですね、違うなというのをとても感じましたね。で、さらにその低音に負けないようにですね、高音域なんかもちょっと調整はしてあるなって感じがしていて、結構きらびやかな高音域なんかになってるなっていうのをとても感じました。中音域のですね、ボーカルなんかだと、この2つのですね、違いっていうのは感じられなかったんですけども、ただ、ピアフォン5はですね、低音域とかですね、高音域なんかが持ち上がっていて、結構派手さがあるにもかかわらず、ベースモデルと同じように聞こえるってことは、中音域もですね、しっかりとですね、バランスが整えられていて、低音域とか高音域の迫力があるにもかかわらず、しっかりとですね、ボーカルも聞こえるということになっています。ただ、この LTD がですね、比較すると、違いっていうのはですね、しっかりとわかるんですけども、ベースのですね、LTD の方だけ聞いたときに、こちらがですね、めちゃくちゃ悪いとか、いうことはもう全然なくて、他の完全ワイヤレスイヤホンから仮に安い方のこっちのベースモデルを聞いたとしても、めちゃくちゃですね、解像感や臨場感も高いですし、音の重なりですね、トリプルハイブリッドドライバーを搭載しているということもありまして、めちゃくちゃ綺麗に聞こえるかなと思います。このチャンネルだとですね、こちらの TED01M2 もですね、このチャンネルでご紹介したんですけども、やっぱこいつもですね、音質はいいよっていう話をしたんですけども、やっぱこいつはですね、ドライバーがダイナミックドライバー1個しか搭載してなくて、TBD21LTD はダイナミックドライバー1機とバランスアマチュアドライバー2機搭載されているということで、音の重なりなんか全然違いまして、こちらもですね、音質結構ベタもめしたんですけども、それと比べると、こちらですね、とても良かったので、価格はですね、どちらも現在1万円台ということになっているんですけども、音質を求める方はこちらですね、間違いなく買って損はないなっていうぐらいの音質にはなっていますね。ダイナミックドライバーとバランスアマチュアドライバーをですね、搭載されたですね、ハイブリッドドライバーの構成って結構高音域がキンキンになったりして耳が痛くなっちゃったりするモデルなんかも
あったりするんですけども、この TBD21J-LTD とイヤホン5ですね。こちらはどちらもですね、そんなこともなくて、開けた瞬間からとてもですね、気持ちがいい音で聞けるというのがとてもいいなと思いました。高音域がキンキンになるのって、エイジングすれば治るよっていう方は結構いらっしゃるかなと思うんですけども、開けた瞬間にですね、それがならない方がいいと思いますので、こちらはですね、最初からそうならずにですね、聞けるっていうのはとても嬉しいなと思いますよね。ということで、音質は、ピアフォン5はですね、その辺こだわってですね、PL 中野さん監修でチューニングしたということで、とてもですね、ピアフォン5、私のチャンネルだと音質はですね、2021年のナンバーワンで選ばせてもらった通り、やっぱり素晴らしいなと思ってはいるんですけども、こちらのですね、ベースモデルの方も音質特化したですね、モデルになっていて、十分いいなと思っています。このピアフォン5の音質にですね、近づけたいのであれば、カスタムイコライザーなんかで調整することもできますので、それでですね、もうちょっと低音のですね、迫力出したいとか、高音域のきらびやかな感じを出したいという方は調整していただければですね、ある程度は近づけることもできるんじゃないかなと思います。ただですね、アプリのイコライザーだとそこまで細かくですね、0.1dB 単位で調整するっていうのはちょっと難しいと思うので、全く同じ音にはならないと思うんですけども、調整次第で好みの音に仕上げることができるかなと思っています。はい、続きまして、アプリでのカスタマイズ性について比較していくんですけども、アプリはですね、どちらもこちらがですね、メインのアプリになってまして、アビオトサウンドというアプリでカスタマイズすることができます。カスタマイズできる項目っていうのはほぼ同等で、ボタンの操作のカスタマイズだったりとか、GPS ですね、イヤホンを探す機能だったりとか、それから先ほどちょっとご紹介した、イコライザー設定ですね、そういうのもできますし、外音取り込みの時にどういう動きをさせるかというものも設定することができて、こちらはですね、イヤホン5もベースモデルも同じにはなっているんですけども、イヤホン5だけについているのが、こちらの PNK チェンジャーというですね、アプリがですね、使えて、こちらでスペックのところでもご紹介しました通り、ボイスガイダンスの変更をすることができます。こちらですね、特別な声優さんの声でボイスガイダンスが流れるっていう機能がありまして、こちらにですね、変更することができるというものになっていて、こちらはベースモデルにはないので特別仕様ということになります。このですね、声優さんのファンだったりとか、アニメのですね、サイコパスのファンだったりする方にとってはもうめちゃくちゃですね、いいポイントだと思うんですけども、そうじゃない方にとっては別に、機能に影響するわけではないので、こちらはですね、好き好きかなと思いますけども、こういう機能がピアフォン5のがあるっていう点で、ピアフォン5が有利かなと思います。私はですね、せっかくなんでこちらですね、花澤香菜さんの声にしていますけども、なかったらなかったでいいかなっていうぐらいの機能にはなってますね。はい。ということで、今回アビオットの音質特化のフラッグシップモデルですね。TBD21J-LTD と TBD21J-LTD-PNK 通称ピアフォン5を比較してみたんですけども、今回ですね、ご紹介しなかったその他の部分ですね。装着感とか操作性、外音取り込み、それから通話品質ですね。その辺はどうなのっていう話なんですけども、その辺は堂々と考えていいかなと思います。その辺の使用感なんかも知りたいっていう方はですね、こちらピアフォン5の個別動画の方でやってますので、そちらを見ていただきたいんですけども、スペック上でも違いはありませんし、私がですね、実際に使ってみても同じかなと思っています。ですので、特にですね、PL 中野さんのファンの方だったりとか、アニメのサイコパスのファンだったりとか、そういう方にとってはとてもいいですし、やっぱりですね、音質がですね、とにかくこだわりたいとか、デフォルトのままでめちゃくちゃいい音でですね、聞きたいという方にとっては、ピアフォン5はとてもいいかなと思うんですけども、かといってやっぱりですね、実売ですね、24,000円とかですかね、それぐらいのお金を出して、この音質重視のイヤホンを買うっていうのはちょっと辛いなっていう方にとっては、1万円台で購入できる、こちらですね、ベースモデルの LTD を買っても後悔することはないんじゃないかなと思います。カラー展開も、私個人的にはこちらのですね、ドーンブルーだったりとか、ローズゴールドの方がですね、好きだったりもするので、その辺ですね、どちらがいいかっていうのを検討していただければいいんじゃないかなと思います。最初ですね、こちら届いた時にですね、この LTD をですね、パカッと開けて、その日、ピアフォン5は聞いていなかったので、こいつを聞いた時はですね、めちゃくちゃいいなと思うぐらいの音質はですね、担保できていますので、こちらだからめちゃくちゃ音質が悪いとかですね、そういうことは全然ありませんので、ここは安心してですね、検討していただければいいんじゃないかなと思います。では LTD のですね、デメリットみたいなところはないのかっていうと、やっぱりそれはですね、ピアフォン5のところでも言ったように、結構ですね、ここの長さが長いので、耳につけると結構耳がはみ出したようになっちゃうとか、ちょっとですね、イヤホンが取り出しにくいみたいな部分とかは、ピアフォン5も同じですので、その辺もですね、違いはないのかなと思っています。
どちらもですね、やっぱ素晴らしいモデルで、アビオットはやっぱり音質に関しては抜群にいいなっていうのは、評価できるポイントだなっていうのはとても感じた、今回の比較になりました。こちらノイキャンなんかがついていませんけども、ノイキャンとかそういうのはいいから音にこだわりたいっていう方は、どちらを買うかっていうのを検討してみてください。ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はこれからもチェックをよろしくお願いします。それから私はブログもやっていまして、ブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、時間がある時にチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。